NASA のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が打ち上げられてから3年が経過しました。この革新的な望遠鏡は、私たちの宇宙に対する理解を大きく変えてきました。今回の動画では、この望遠鏡が明らかにした衝撃的な発見の数々をお伝えします。まず驚くべきことに、ジェームズ・ウェッブ望遠鏡は宇宙誕生直後の銀河を発見しました。宇宙誕生直後とは、どのくらい昔のことを指すのでしょうか。私たちの宇宙は約138億年前にビッグバンによって誕生したと考えられています。これを1年のカレンダーに例えると、宇宙の誕生は1月1日の0時。現在は12月31日の深夜23時59分59秒にあたります。ジェームズ・ウェッブ望遠鏡が観測した銀河は、このカレンダーで言うと1月2日頃に相当します。つまり、宇宙が生まれてからほんの数日後という驚くべき時期の出来事を観測することに成功したのです。これは、まるで人類の歴史を1日24時間に例えると、私たちの文明が深夜23時59分に始まったようなものです。そう考えると、宇宙の歴史の壮大さと、今回の発見の重要性がよりわかりやすくなるのではないでしょうか。これらの銀河は、ビッグバンから約5億年後という非常に早い段階で形成されていました。これは私たちの予想をはるかに超える発見でした。銀河がこれほど早く形成されていたことは、宇宙の進化についての従来の理論を見直す必要性を示唆しています。さらに興味深いことに、これらの初期の銀河は予想以上に明るく、大きかったのです。これはまるで、誕生したばかりの赤ちゃんが大人のように成長していたようなものです。科学者たちは、この謎を解明するために、巨大ブラックホールの存在に注目しています。実は、これらの銀河の中心には超大質量ブラックホールが存在し、その強力な放射によって銀河全体が異常に明るく見えていた可能性があるのです。これは、まるで懐中電灯の明かりが部屋全体を明るく照らすようなものです。ジェームズ・ウェッブ望遠鏡は、私たちの太陽系の惑星についても新たな発見をもたらしました。例えば、天王星の観測では、これまで見えなかった11個の輪を鮮明に捉えることに成功しました。これは30年以上前にボイジャー2号が撮影して以来、最も詳細な天王星の姿となりました。特に注目すべきは、土星の衛星エンケラドスからの水蒸気の噴出現象です。この水蒸気の柱は、衛星本体の20倍もの大きさに達する約 9600km にも及びます。これは、エンケラドスの地下に存在する海から噴き出した水が土星の輪の形成にも関与している可能性を示しています。エンケラドスからの水蒸気の噴出現象について、より詳しく見ていきましょう。この水蒸気の噴出は、地球の間欠泉、ゲイザーに似ていますが、その規模は比較になりません。地球の間欠泉が数十メートルの高さまで噴出するのに対し、エンケラドスの噴出は数千キロメートルにも達します。この水蒸気の噴出は、エンケラドスの表面に見られるタイガーストライプと呼ばれる特徴的な裂け目から発生しています。これらの裂け目は、衛星の南極地域に集中しており、その模様は虎の縞模様に似ていることからこの名前が付けられました。特に興味深いのは、この水蒸気に含まれる物質の組成です。科学者たちの分析によると、塩分や有機物、さらには微小な氷の粒子なども含まれていることが分かりました。これらの成分は、地球の海底熱水噴出口、チムニー周辺の環境に似ています。地球では、この環境で特殊な生命体が生息していることが知られており、エンケラドスでも同様の可能性が期待されています。また、望遠鏡は木星の大気中で、これまで知られていなかった高速ジェット気流を発見しました。この新しく発見されたジェット気流は、木星の赤道上空に位置しています。地球の大気中にも似たようなジェット気流が存在しますが、木星のものとは比較にならないほど強力です。地球のジェット気流は通常、時速20万 300km 程度の速さで吹いています。これに対し、木星で発見されたジェット気流は、その2倍以上の速さで吹いているのです。このような強力な風は、木星の自転の速さと、内部から放出される熱エネルギーによって生み出されていると考えられています。木星の大気は、地球と異なり、固体の地表面がありません。そのため、大気の層が非常に深く、複雑な循環パターンを形成しています。新しく発見されたジェット気流は、この循環システムの一部として機能していると考えられています。さらに興味深いのは、
このジェット気流が木星の気候システム全体に与える影響です。地球のジェット気流が天気パターンに大きな影響を与えるように、木星のジェット気流も惑星全体の気象システムに重要な役割を果たしていると考えられています。例えば、木星の特徴的な縞模様の形成や維持にも関与している可能性があります。赤道上空約 40km に位置するこのジェット気流は、幅が 4800km 以上あり、風速は時速 515km にも達します。これは地球上で観測された最も強い台風の風速をはるかに超えるものです。望遠鏡はまた、私たちの太陽系外の惑星、系外惑星についても驚くべき発見をしています。例えば、地球から約12光年離れた場所で、木星よりも大きな氷の惑星を発見しました。光年という単位は、光が1年間に進む距離を表します。光は1秒間に地球を 7.5 周もできるほど速く進みますが、それでも12光年という距離は途方もなく遠いのです。わかりやすく例えると、現在の人類の技術で最も速い宇宙船でも、この惑星に到達するまでに約10万年以上かかってしまいます。これは、人類が農業を始めた時期よりもずっと昔のことです。この惑星の表面温度が2度というのも興味深い点です。冷蔵庫の温度が約4度であることを考えると、この惑星の表面は冷蔵庫の中よりも少し冷たい程度だということがわかります。しかし、木星のような巨大ガス惑星は通常とても暑いため、このような低温の巨大惑星の発見は非常に珍しいのです。この惑星の表面温度は約2度で、これまで直接観測された系外惑星の中で最も冷たいものの一つです。さらに興味深いのは、望遠鏡がマシュマロ惑星と呼ばれる不思議な天体を観測したことです。ワスプ 107b と名付けられたこの惑星は、その大きさの割に非常に軽く、まるでマシュマロのようにふわふわとしているのです。このマシュマロ惑星の不思議な性質をより具体的に説明しましょう。この惑星は木星とほぼ同じ大きさですが、重さは木星のわずか10分の1程度しかありません。これは、同じ大きさのボーリングの玉と風船のような違いがあるのです。地球上の物質で例えると、この惑星の平均密度は砂糖の綿菓子とほぼ同じくらいです。しかし、実際の惑星は高温のガスで構成されており、その構造は科学者たちの予想を超えるものでした。この惑星の大気には予想よりもメタンが少なく、内部は従来の推測よりもずっと熱いことが分かりました。宇宙の神秘的な現象の一つに、重力レンズ効果があります。重力レンズ効果は、アインシュタインの一般相対性理論によって予見された現象です。これを理解するために、メガネのレンズを想像してみましょう。メガネのレンズは光を曲げることで、物を拡大して見せてくれます。同じように、巨大な天体の重力も空間を歪ませ、その背後にある天体からの光を曲げて拡大する宇宙のメガネとして機能するのです。この効果のおかげで、通常では観測できないほど遠い天体を見ることができます。まるで、虫眼鏡を使って小さな文字を読めるようになるように、宇宙の奥深くを覗き見ることができるのです。これは、巨大な銀河団の重力が、その背後にある遠方の銀河からの光を曲げて拡大する現象です。ジェームズ・ウェッブ望遠鏡は、この効果によって宇宙の疑問符と呼ばれる不思議な形の銀河を観測することに成功しました。まさに宇宙が私たちに投げかける謎のようです。また、望遠鏡原始星と呼ばれる、生まれたての星の観測にも成功しています。原始星の周りには砂時計型の構造が見られ、これは星が周囲のガスや塵を取り込みながら成長している様子を示しています。この砂時計型の構造は、生まれたての星の成長過程を理解する上で重要な手がかりとなっています。この宇宙の巣は、私たちの理解を大きく変える発見でした。これまでの理論では、銀河は徐々に集まって大きな構造を作ると考えられていましたが、この発見により、宇宙の早い段階から銀河が集団で形成されていたことが分かったのです。これを現代の都市形成に例えると、最初は小さな集落が徐々に発展して大都市になると考えられていたものが、実際には最初から計画的に大規模な都市が建設されていたようなものです。この発見は、私たちの宇宙の形成過程についての理解を根本から見直す必要性を示唆しています。赤ちゃんの星は、周囲のガスや塵を激しく取り込みながら成長しますが、同時に強力なジェット噴流も放出しています。これは、まるで赤ちゃんが母乳を飲みながら、時々ミルクを吹き出してしまうような状態に例えることができます。このジェット噴流は、秒速数百キロメートルという超高速で放出されます。地球上で最も速い戦闘機でも、
音速の約3倍、時速約 3675km 程度なのに対し、原始星からのジェットは、その100倍以上もの速さで吹き出しているのです。この過程は、まるで赤ちゃんが母乳を飲んで成長するように、宇宙の中で新しい星が誕生する瞬間を捉えたものです。特筆すべきは、望遠鏡が観測した双子の赤ちゃん星です。わずか200万から400万年前に誕生したこれらの星は、それぞれがジェット状のガスを放出しています。この現象は、星の形成過程を理解する上で重要な手がかりとなっています。宇宙の歴史を紐解く上で重要な発見も続いています。望遠鏡は、ビッグバンから約8億3000万年後に形成された宇宙の巣を発見しました。10個の銀河で構成されるこの構造は、宇宙の大規模構造がどのように形成されたかを理解する上で重要な役割を担っています。さらに、望遠鏡は超新星爆発の残骸も詳細に観察しています。例えば、私たちの銀河系で最も赤い超新星の残骸であるカシオペア A の観測では、爆発によって放出された物質の複雑な構造を明らかにしました。この観測により、星の死が新しい元素を宇宙に供給し、次世代の星や惑星の形成に貢献する過程をより深く理解できるようになりました。望遠鏡は、私たちの銀河系の中心部も詳細に観測しています。約50万個の星々に加えて、これまで見たことのない青い針のような構造も発見されました。この青い針のような構造の発見は、天の川銀河の中心部で何が起きているのかを理解する上で重要な役割となっています。銀河の中心部は、超大質量ブラックホールを含む極めて活動的な領域です。そこでは、私たちの太陽系付近では見られないような激しい現象が日常的に起きているのです。例えば、この領域の星々は太陽系付近の星の100倍以上の速さで動いており、その速度は時速数百万 km にも達します。これは、東京からニューヨークまでをわずか1秒で移動できるほどの速さです。このような極限的な環境で、青い針のような構造が形成される過程を理解することは、銀河進化の謎を解く重要な鍵となるでしょう。これらの発見は、私たちの天の川銀河の歴史と進化を理解する上で重要な情報を提供しています。驚くべきことに、望遠鏡は生命の可能性を秘めた発見もしています。木星の衛星エウロパの表面で二酸化炭素を検出しました。エウロパは氷に覆われた衛星ですが、その氷の下には液体の海が存在すると考えられています。この海の深さは、地球の太平洋よりも深く、約60から 150km にも及ぶと推定されています。さらに驚くべきことに、この海の水の量は地球上のすべての海を合わせた量の2倍以上もあるのです。発見された二酸化炭素は、この地下の海から供給された可能性が高いと考えられています。地球上でも、海底火山の周辺には二酸化炭素を利用して生きる生命が存在します。エウロパの海底でも同様の環境が存在する可能性があり、生命が存在するかもしれないという期待が高まっています。この物質は、エウロパの地下に存在すると考えられている海から供給された可能性が高く、生命の基本的な構成要素である炭素の存在を示唆しています。また、ある分子雲の氷の領域からアルコールを含む複雑な有機分子も検出されました。この発見は、生命の材料となる物質が宇宙空間で自然に形成されることを示しています。分子雲は、新しい星が生まれる場所であり、温度はマイナス250度以下という極低温環境です。このような極限環境でも複雑な有機分子が形成されるということは、生命の材料となる物質が宇宙の至るところに存在する可能性を示唆しています。私たちの体を構成する DNA やタンパク質などの生体分子も、元をたどれば宇宙空間で形成された有機分子かもしれません。つまり、私たちは文字通り星の子供なのかもしれないのです。これは、星や惑星が形成される初期の段階で、生命を支える環境の構築に必要な物質がすでに存在していた可能性を示しています。さらに興味深い発見として、地球から約40光年離れた場所にある惑星トラピスト 1b の昼側の温度を測定することに成功しました。約232度という高温は、この惑星が大気をほとんど持たない岩石惑星であることを示唆しています。この温度を身近なものに例えると、家庭用オーブンの最高温度とほぼ同じです。このような高温では、水は瞬時に沸騰して蒸発してしまいます。また、鉛のような金属も溶けてしまうほどの厚さです。地球は大気があることで、昼と夜の温度差が比較的小さく保たれています。これは、
大気が断熱材のような役割を果たしているからです。しかし、トラピスト 1b には大気がほとんどないため、昼側は極めて高温になり、夜側はごく低温になると考えられています。このような環境では、地球のような生命が存在することは難しいでしょう。これは、太陽系外の地球型惑星の環境を理解する上で重要な情報となります。望遠鏡は、衝突する銀河の観測でも驚くべき成果を上げています。例えば、ペンギンと卵として知られる銀河ペアは、約2500万年から7500万年前に相互作用を始め、その結果、一方の銀河の渦状の腕が引き伸ばされ、まるでペンギンが卵を抱いているような形になっています。銀河の衝突は、宇宙で最もスペクタクルな現象の一つです。二つの銀河が衝突する際の規模は途方もなく大きく、その過程は数億年という長い時間をかけて進行します。これは、まるで二つの巨大な渦巻きが超スローモーションで混ざり合っていくようなものです。このペンギンと卵の形成過程では、重力の相互作用により、星々は本来の軌道から引き離され、新しい軌道に投げ出されます。これは、遊園地のメリーゴーランドが突然別のメリーゴーランドと衝突し、乗っている人々が新しい軌道に投げ出されるようなものです。ただし、銀河衝突の場合、個々の星同士が直接衝突することは稀で、ほとんどの星は広大な空間の中を通り抜けていきます。また、ソンブレル銀河の観測では、これまで見えなかった内部の構造を明らかにしました。可視光では明るい中心核しか見えませんでしたが、中間赤外線での観測により、滑らかな内部円盤や外側のリングに含まれる複雑な塊を発見しました。ソンブレル銀河の観測は、可視光線では見ることができない宇宙の姿を明らかにしました。これは、まるで X 線写真が人体の内部を見せてくれるように、赤外線観測が銀河の内部構造を見せてくれるのです。この銀河の中心部には、太陽の10億倍もの質量を持つ超大質量ブラックホールが存在すると考えられています。このブラックホールは、周囲の物質を激しく引き寄せ、強力な重力で引き裂いています。その過程で放出される膨大なエネルギーは、銀河全体の構造に大きな影響を与えているのです。銀河の外側のリングに見られる複雑な塊は、新しい星が生まれる場所です。これらの領域では、ガスや塵が重力で集まり、やがて星として輝き始めます。この過程は、まるで春の畑に次々と新しい芽が生えてくるように、銀河の中で新しい星々が芽吹いていく様子を示しています。望遠鏡は、私たちの太陽系に近い星形成領域も詳しく観察しています。地球に最も近い星形成領域の高解像度画像では、数多くの原始星と、それらから噴出するエネルギッシュなジェットが、周囲の星間ガスと相互作用している様子が赤い色調で浮かび上がっています。特に注目すべき発見の一つは、孤立した褐色矮星の北極上空でオーロラを検出したことです。褐色矮星は、星と惑星の中間的な天体です。大きさは木星の数倍程度ですが、恒星のように自ら光を放つことができません。これは、まるで火を起こそうとしたものの、うまく燃え始められなかった星のようなものです。このような天体でオーロラが発見されたことは、非常に興味深い発見でした。地球のオーロラは、太陽から放出された粒子が地球の磁場と相互作用することで発生します。しかし、この褐色矮星には太陽のような主星がありません。それにもかかわらずオーロラが発生しているということは、私たちがまだ理解していない磁場の発生メカニズムが存在する可能性を示唆しています。地球から65光年離れたこの天体で観測されたオーロラは、地球のオーロラと同様に上層大気を加熱している可能性があります。褐色矮星は惑星のような主星を持たないため、このオーロラは天体自身の磁場と電離ガスの相互作用によって生成されていると考えられています。宇宙の進化を理解する上で重要な発見も続いています。例えば、ビッグバンから約15億年後の初期宇宙に、異常な速度で物質を取り込む超大質量ブラックホールを発見しました。このブラックホールは、私たちが考えていた限界の40倍以上の速度で周囲の物質を飲み込んでいました。このブラックホールの物質の飲み込み方をわかりやすく例えてみましょう。通常のブラックホールは、ラーメンを食べる時のように、ある程度の速度で物質を吸収します。しかし、この超大質量ブラックホールは、まるで掃除機で一気に吸い込むような勢いで周囲の物質を飲み込んでいるのです。このような急速な物質の吸収は、ブラックホール周辺に強力な放射を生み出します。その明るさは、銀河1000個分以上にも相当します。これは、
夜空に太陽が1000個同時に輝いているようなものです。このような極端な現象が宇宙初期に存在していたことは、私たちの宇宙の進化についての理解を大きく変えることになりました。また、このような超大質量ブラックホールの存在は、現代の宇宙における巨大銀河の形成過程を理解する上でも重要な手がかりとなっています。銀河の中心にある超大質量ブラックホールは、その強力な重力と放射によって、銀河全体の進化に大きな影響を与えると考えられているのです。このような驚くべき発見の中で、特に印象的なのはカートホイール銀河の詳細な赤外線画像です。彫刻座から約5億光年離れたこの珍しいリング銀河は、大きな渦状銀河と小さな銀河の高速衝突によって形成されました。明るい内側のリングと膨張する外側のリングの両方で活発な星形成が行われており、まるで宇宙の車輪のような姿を見せています。カートホイール銀河の形成過程は、まるで池に石を投げ入れた時にできる波紋のように説明することができます。小さな銀河が大きな銀河に衝突した際、その衝撃波が銀河全体に広がり、中心から外側に向かって物質が押し出されていったのです。この衝突のエネルギーは途方もなく大きく、約2億年以上かけて現在の形になりました。衝突の際の速度は、秒速数百キロメートルにも達したと考えられています。これは、地球から月までをわずか数分で到達できるほどの速さです。望遠鏡はまた、タランチュラ星雲と呼ばれる領域で、これまで見えなかった数万個の赤い星々を発見しました。タランチュラ星雲は、大マゼラン雲という小さな銀河の中にある巨大な星形成領域です。その大きさは、約1000光年にも及び、地球から見える星雲の中で最大級のものです。もし、タランチュラ星雲が地球から見えるオリオン星雲と同じ距離にあったとすれば、その大きさは満月の約20個分にも相当し、夜空で最も目立つ天体となるでしょう。この星雲の中で次々と生まれる赤い星々は、まるで宇宙の保育園のようです。その中には、太陽の数十倍もの質量を持つ巨大な星も含まれています。これらの星々は非常に明るく、その強力な放射は周囲のガスを輝かせ、カラフルな光のショーを演出しています。最後に、最も重要な発見の一つとして、望遠鏡が地球から遠く離れた惑星形成円盤で水蒸気を検出したことが挙げられます。この水蒸気は、地球のような岩石惑星が形成される可能性のある領域で見つかりました。これは、私たちの太陽系以外でも、地球のような惑星が形成される可能性があることを示す重要な証拠となっています。この発見により、星の初期発達過程についての理解が大きく進展しました。驚くべきことに、望遠鏡は地球から約28億光年も離れた場所にあるエンドルという星を観測することにも成功しました。エンドルの発見は、まるで SF 映画のような現実を私たちに見せてくれました。この星の光が地球に届くまでに28億光年もの時間がかかっているということは、私たちは280億年前の宇宙の姿を見ていることになります。これは、銀河系の向こう側を見るようなものです。このような遠方の単一の星を観測できたのは、重力レンズ効果という自然の望遠鏡のおかげです。この効果により、エンドルからの光は約50倍に増幅されました。これは、まるで宇宙が私たちのために特別な望遠鏡を用意してくれたようなものです。エンドルは、太陽の約100万倍も明るく輝いています。これは、夜空に100万個の太陽が同時に輝いているようなものです。このような明るさは、星が非常に高温で、かつ巨大であることを示しています。実際、エンドルの表面温度は約2万度で、これは太陽の約3倍以上の温度です。これは、これまでに観測された中で最も遠い単一の星です。この星は太陽の2倍以上の高温で、約100万倍も明るい巨大な星であることが分かりました。また、望遠鏡はエルゴルドとして知られる銀河団も観測しています。エルゴルドは、スペイン語で太った人という意味ですが、この名前の通り、これは現在知られている中で最も巨大な銀河団の一つです。その質量は、太陽の約300兆倍にも達します。これは、私たちの天の川銀河の約1000倍の質量に相当します。この銀河団の中には、数千もの銀河が存在しています。それらの銀河の間には、約1億度という超高温のガスが満ちています。このガスは、X 線で観測すると明るく輝いて見えます。これは、まるで宇宙最大級の温泉のようなものです。エルゴルドの重力は非常に強力で、その影響は周囲の空間を歪ませています。この歪みにより、
背後にある遠方の銀河からの光が曲げられ、まるで宇宙の万華鏡のような美しい光の模様を作り出しています。この現象は、アインシュタインの一般相対性理論が予見した重力レンズ効果の最も劇的な例の一つです。この巨大な銀河団の重力は、その背後にある銀河からの光を歪めて拡大する重力レンズとして機能し、宇宙の深部を観測する自然の望遠鏡の役割を果たしています。さらに、望遠鏡は惑星の衝突によって形成された塵の円盤の観測にも成功しました。この塵の円盤は、惑星形成の現場を私たちに見せてくれる貴重な証拠です。地球も含めた惑星は、このような塵の円盤から誕生したと考えられています。円盤の中では、小さな塵の粒子が互いに衝突を繰り返しながら、徐々に大きな天体へと成長していきます。この過程は、まるで雪だるまを作る時のように、小さな雪の粒が集まってだんだん大きくなっていくのに似ています。ただし、惑星形成の場合は、この過程が数百万年という長い時間をかけて進行します。特に興味深いのは、この円盤の中で観測された衝突の痕跡です。これは、車の衝突実験のスローモーション映像のように、惑星形成の過程で起こる激しい衝突の様子を私たちに教えてくれます。このような衝突は、地球と月のシステムが形成された過程でも起こったと考えられています。近赤外線カメラを使用したこの観測は、円盤の内部領域を前例のない精度で捉えることに成功し、惑星形成過程についての新たな知見をもたらしました。特筆すべきは、望遠鏡が発見した宇宙の指紋とも呼べる現象です。この現象は、原生形を取り巻く塵のリングが作り出す美しいパターンです。まるで年輪のように、星の歴史を私たちに語りかけてくれます。核リングは、2つの星が最も近づく時期に形成されます。この過程をより詳しく説明すると、2つの星が近づくと、それぞれの星から吹き出す恒星風が衝突します。この衝突により、ガスが圧縮され、塵の粒子が形成されます。これは、まるで2つの扇風機を向かい合わせに置いた時に、間に渦が形成されるようなものです。それぞれのリングは、形成された時期の情報を保持しています。科学者たちは、これらのリングを調べることで、星の進化の歴史を読み解くことができます。これは、考古学者が地層を調べて地球の歴史を理解するのと同じような方法です。原生形を取り巻く少なくとも17個の同心円状の塵のリングは、8年ごとに2つの星が近づく際に形成されます。これは、まるで年輪のように星の軌道の歴史を記録しているのです。これらの発見は、私たちの宇宙に対する理解を大きく変えています。宇宙望遠鏡が発見した内容は、私たち人類の想像をはるかに超えるものでした。例えば、宇宙の音の観測にも成功しています。もちろん、宇宙空間は真空なので音は伝わりませんが、銀河団のガスの振動を音波に変換することで、宇宙の声を聞くことができるようになりました。また、望遠鏡は宇宙の化石とも呼べる天体の観測にも成功しています。これは、宇宙初期に形成された銀河の残骸で、現在も当時の姿をほぼそのまま保っている珍しい天体です。このような発見は、まるでタイムカプセルを開けるように、宇宙の過去を直接観察する機会を私たちに提供してくれます。さらに、望遠鏡は宇宙の織物とも呼ばれる大規模構造も観測しています。銀河は宇宙空間にランダムに分布しているのではなく、巨大な網目状の構造を形成していることが分かってきました。この構造は、まるで巨大なクモの巣のように宇宙全体に広がっており、その間の空間は暗黒エネルギーで満たされていると考えられています。特に注目すべきは、望遠鏡が観測した宇宙の泡と呼ばれる現象です。これは、超新星爆発によって作られた巨大な空洞で、その中には高温のガスが満ちています。このような構造は、宇宙の物質分布や銀河の形成過程を理解する上で重要な手がかりとなっています。望遠鏡はまた、宇宙の糸と呼ばれる現象も観測しています。これは、銀河と銀河の間を結ぶ細い物質の流れで、その温度は約100万度にも達します。この高温のガスは、銀河の形成と進化に重要な役割を果たしていると考えられています。例えば、私たちの体の中を血管が走っているように、これらの宇宙の糸は銀河間の物質輸送を担っているのです。さらに、望遠鏡は宇宙の暗黒物質の分布についても新たな知見をもたらしています。暗黒物質は直接見ることはできませんが、その重力効果を通じて存在を知ることができます。最新の観測により、
暗黒物質は私たちが考えていた以上に複雑な構造を持っていることが分かってきました。それは、まるで見えない骨格が宇宙全体を支えているようなものです。特筆すべきは、望遠鏡が宇宙の科学工場とも呼べる領域を発見したことです。この領域では、私たちの体を構成する炭素や窒素、酸素といった元素が活発に生成されています。これは、生命に必要な物質が宇宙の至るところで作られている可能性を示唆しています。また、望遠鏡は宇宙の噴水とも呼べる現象も観測しています。これは、超大質量ブラックホールから吹き出す高温のガスの流れで、その規模は数十万光年にも及びます。このガスの流れは、銀河の形成を調整する温度調節装置のような役割を果たしていると考えられています。これらの発見は、私たちの宇宙観を根本から変えるものです。宇宙は私たちが考えていた以上に活動的で、ダイナミックな場所であることが分かってきました。そして、その中で地球や人類は、壮大な宇宙の物語の一部として存在しているのです。望遠鏡はまた、宇宙の時計とも呼ばれる現象の観測にも成功しています。これは、一定の周期で明るさが変化する天体で、その正確な周期性を利用して宇宙の距離を測定することができます。これらの天体は、まるで宇宙に散りばめられた距離の物差しのような役割を果たしています。特に注目すべきは、望遠鏡が発見した宇宙のオアシスです。これは、若い星の周りに形成された水蒸気やアンモニア、メタンなどの分子が豊富な領域です。このような場所は、将来的に生命が誕生する可能性を秘めた宇宙の特別な領域かもしれません。地球上のオアシスが生命を育むように、これらの領域も新しい生命を育むゆりかごとなる可能性があるのです。また、望遠鏡は宇宙の虹とも呼べる現象も観測しています。これは、遠方の銀河からの光が、途中の物質によって様々な波長に分解される現象です。この観測により、銀河間空間に存在する物質の性質や分布を詳しく調べることができます。まるで、虹を通して大気の成分を調べるように、宇宙の組成を理解することができるのです。さらに、望遠鏡は宇宙の化石の観測にも成功しています。これは、宇宙初期に形成された天体の残骸で、ほとんど変化することなく現在まで保存されてきました。これらの天体は、宇宙の歴史を記録した貴重な資料として、私たちに多くの情報を提供してくれます。これらの発見は、宇宙が私たちの想像をはるかに超える不思議に満ちた場所であることを教えてくれます。そして、ジェームズ・ウェット宇宙望遠鏡は、これからも新たな発見を続けていくことでしょう。私たちは今、宇宙の謎を解き明かす大きな一歩を踏み出したばかりです。これからも続々と新しい発見がもたらされることでしょう。この望遠鏡が私たちにもたらす新たな知見に、今後も大きな期待が寄せられています。このような驚くべき発見の数々は、私たちに宇宙の壮大さと神秘を改めて感じさせてくれます。地球はこの広大な宇宙の中のほんの小さな点に過ぎません。しかし、その小さな惑星から、人類は宇宙の深淵を覗き込む技術を開発し、その謎に迫り続けているのです。ジェームズ・ウェット宇宙望遠鏡は、まさに人類の知的好奇心と技術力の結晶と言えるでしょう。この望遠鏡は、私たちの宇宙に対する理解を根本から変えただけでなく、新たな疑問も投げかけています。例えば、なぜ初期の銀河をこれほど早く形成されたのか、生命を育む可能性のある天体は、実際にどれほど存在するのか、これらの問いに対する答えを見つけるため、科学者たちは今日も観測を続けています。私たちは今、人類史上最も詳細に宇宙を観察できる時代に生きています。そして、その観察によって明らかになったのは、宇宙がより一層神秘的で魅力的な場所だということです。新しい発見の一つ一つが、さらなる謎を生み出し、私たちの知的好奇心を刺激し続けています。これからも望遠鏡は、私たちの想像を超える新たな発見をもたらし続けることでしょう。そして、それらの発見は必ずや、人類の宇宙に対する理解をさらに深めていくはずです。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか。もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。それでは、また次回の動画で広大な宇宙の旅をご一緒しましょう。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。